はい、久保です。今日は安全在庫最適化のシステム、ベスタゼロというのを紹介していこうと思います。で、これは SCM オプトゼロプロジェクトのうちの一つで、もともと SCM オプトというのはサプライチェーン最適化のためのウェブアプリをいっぱいいろんなものを合わせたやつなんですけど、さらに、Excel インターフェース、Excel で簡単入力をできるようにして、ただ Excel だと制限があるので、ウェブアプリの方で、テンプレートを生成してダウンロードしてもらってで入力すると、またアップロードしてまた別のテンプレートを生成するというので、このウェブアプリと融合して、ユーザーの方が使いやすい Excel で入力して、しかもちゃんとしたデータを作れるようにしたというのが、特徴です。で、今日お話しするのはこれですね。安全在庫配置最適化。多少在庫豊作最適化も混じってるんですけど、これサプライチェーンの概念図で、供給から工場を通って倉庫を通って顧客側まで行くときに、ストラテジック、長期レベル、タクティカルレベル、オペレーショナルレベルに分けて考えるときに、安全在庫をどこに置いたらいいのかっていうのは、一応サプライチェーン全体を通して考えるべき意思決定で、意思決定レベルはタクティカル、中期です。在庫豊作っていうと日々になるんですけど、その豊作自身を決めておくのはやはり中期、短期のまたがった部分になってます。この辺全部含めて在庫豊作最適化ということができます。で、在庫っていうのは、たくさん分類しないと最適化はできないと考えられています。で、長期レベルで決めるべきものは、輸送中在庫。これは輸送モード、船で持っていくか飛行機かっていうので決まるやつなので、ネットワーク設計と一緒に決めるべき在庫です。で、作り置き在庫とか季節在庫、シーズナルインベントリーっていうのは、需要の山っていうかね、季節変動に対して、対処するための在庫なので、これはタクティカルで、ロットサイズとかまた期間のネットワーク設計なんて扱います。で、サイクル在庫とかロットサイズ在庫というのは、これはもう当然ロットサイズ最適化でやるもので、やはり中期レベル、タクティカルレベルで、問題の安全在庫、これが一番多分重要というか、大きいもので、在庫をどこに置くのかというのが安全在庫配置モデル、セーフティーストックアロケーションモデルでタクティカルです。在庫豊作は、豊作自身、豊作のレベルを決めたりするのはタクティカルですけど、実際に運用するのはオペレーショナルで、シミュレーションベースのもので、普通は最適化をします。今日はこの辺を中心に、アプリの内容を紹介していこうと思います。まずは、在庫の基本からいこうと思います。在庫の基本原理というのが2個あります。で、安全在庫というのは、まとめておけば置くほど少なくなるという、常にじゃないんですけど、普通はそうなります。でこれを、統計的な、規模の計算、エコノミー・オブ・スケールと呼ばれています。この概念が分かってないと、統計の基本なんですけど、在庫はまとめておいた方がいいんだねってことが、あちこちに置いていて平気な顔しているような人は統計を勉強した方がいいという話です。で、アイテム、品目の価値はサプライチェーンの下流に近づくほど高くなると。で、価値が高くなるってことは在庫の費用自身が上がるということです。で、サプライチェーンっていうのは途中で価値をつけて下流に流すというのをプロセスを繰り返すものですから、下流に行けば行くほど価値というのは上がるはずです。ということで、そういうことも分かってないと、全部下流に置いちゃう、全部倉庫に置いちゃうなんてのはあんまり良くないんですね。なるべく上流で、持っておく、原材料に近い方で持っておくというのがいいわけです。この2つが、在庫の基本原理です。で、安全在庫というのはこのリード時間、リードタイムで、決まるものです。これは古典的なモデルなんですけど、需要をすごい簡単に考えて、平均が μ、標準偏差シグマの正規分布と仮定しましょう。正規分布ってのはこういう分布。ね。100、100って言うとすごいばらついてる。こんな分布で、
マイナスにもなっちゃうんですけど、あんまり気にしないでその部分切っちゃえばいいでしょうって話で、品切れを起こさない。品切れというのはこの在庫量よりもこの需要の方が大きくなった場合に品切れをするわけですね。でその品切れを起こさないような確率というのを、サービスレベルと言ったりして、例えば 95% にすると、この、簡単な公式でね、安全在庫量を決めるというのができて、そのためのパラメータである安全在庫係数というのが決まります。約 1.65 ぐらい。これは正規分布の表から計算できて、正規でなくてももちろん計算ができます。何でも分布が決まっていれば、この値が計算できると思ってください。それで重要なものはこのリード時間、リードタイムです。何かっていうと、自分の、下流に向かって何か物が欲しい、品目が欲しいと発注してから到着して準備が終わるまでの時間です。L としましょう。でこうすると、どれだけ持っていれば切れないのっていうその最大の在庫量、在庫をこれだけ持っていればこういう確率で在庫が切れないっていうことを保証するためには、その最大在庫量を持っておくべきものは μ 平均 ×L。これはだからリードタイム中の需要の平均値ですね、の期待値です。で、ばらつきに対するところはこっちです。安全在庫係数。さっきの 95% を仮定すると 1.65 です。かける標準偏差シグマかけるスクエアルートの L と。こういう簡単な公式が昔からあって、大体このぐらいで決めればいいでしょうという話です。で、ポイントは、ルートの L というところです。ルートの L ということは、リードタイムが大きくなればなるほど、ルートっていうのはこういう関数ですから、だんだん寝てくるんですね。大関数なので。これが一つの留意点。で、実際に書いてみると、こんなグラフになります。で、平均の需要はまっすぐですね。μL だったので。これ横軸が L です。リード時間。で、縦軸が、在庫量。ね。ということで、で、安全在庫は、ルートなので寝ます。で、大費用関数と線形関数の和だから、最大需要量もやはり大費用になっているわけです。で、これでやっぱりリード時間を長くすると、平均よりは減るということが、言えるわけですね。で、ここでポイントになるのは、このリード時間を変数とする。変数とみなすことによって、全体としてサプライチェーン全体で安全在庫量を減らそうというのが安全在庫配置モデルです。でこの辺はなかなか日本の企業の皆さんに分かっていただけなくて、リード時間っていうのは大体強い方が弱い方にこれで持ってこいって命令する時間なんで定数であるで捉えがちなんですけど、全体として費用を削減するためにはこれは変数としてみなしてちゃんと調整をして全体として減った分はみんなで分けましょうねということをするべきだというお話です。特に自社内でやるときはね、これは変数として見なせば会社全体として儲かるのに部門間の力関係とかで決めるなんていうのは論外だと思います。で、在庫費用の計算法ですけど、在庫費用は普通この在庫保管費用を、かければいいと、在庫量に比例すると仮定するんですけど、これをどうやって計算するのかが、難しい場合もあります。で、普通は品目の価値というのは、大体その原材料はいくらで、ここで作った費用はいくらで積み上げていけば、いわゆるABC 分析、活動基準原価計算とかを、ちょこっとやれば計算できるはずです。だから、もともとの価値は10円で、付加価値が10円だとすると、価値は20円になるとか、だんだんサプライチェーンの下流になると、価値は上がっていくという、原則があります。それに対して、在庫保管比率、実はこっちはちゃんと決める必要があるんですけど、お金の価値とか陳腐化率とか、いろんなのを足し算してこれを大体決めておけばサプライチェーン全体で、統一された在庫費用というのが計算できることになります。で、安全在庫配置モデルの目的ですけど、最初にその在庫の基本原則としてまとめておいた方が在庫量は減るというお話をしました。で、問題はどこにどれだけ置くかということなんですけど、まとめておくというのの効果はリスクプーリング、リスク共同管理という、呼ばれています。で、
なるべくまとめたいんだけど、どこに置くかというと、できるだけサプライチェーンの上流の方に、原材料に近い方で置きたい。でも、顧客のサービス条件は、制約として満たさなければいけないと。というので、どっかまでは押し出しで作って、どっかから引っ張りというのは、実際の需要が起きたやつに応じて、持っていくということをしなきゃいけない。で、これを同時に決めるのが安全在庫配置のモデルです。だからこのリスクプーリングとか、この押し出し引っ張りの境界、プッシュプルバウンダリーとか言うんですけど、これはモダンなサプライチェーンの基本原則、よく使われる概念なんで、それを同時に最適化するというのが非常にモダンな安全在庫の配置のモデルなわけです。やっぱ古典的な在庫理論というのとは一線を画してて、こういうのをちゃんと駆使してサプライチェーン全体での在庫を考えるというのが、これからのサプライチェーンの改善では重要になってくると思われています。でそのための概念として、ただのリード時間じゃなくて、いくつか分解して扱う必要があります。一番重要なのは、この保証リード時間とかサービス時間と呼ばれているものですけど、発注後、そのサプライチェーンの上流の方から、この商品を届けることを保証している時間ですね。アスクルさんだったら1日持ってくる。社名の通り明日持ってくるね。デルだと昔は1週間でパソコンをネットで注文してから持ってくるという保証がついてました。これを確定値として変数として扱うというのがこのモデルの特色です。でここに、概念図があるんですけど、これが一つの在庫地点と思ってください。モデルの中では、これ自身が品目と扱っているんですけど、で上流の地点がこの地点に保証している時間というのがここに入ってきます。でこれがこの地点では入庫リード時間と呼びます。すなわち上流の保証リード時間が下流のこの地点の入庫のリード時間、欲しいと言ってから持ってくるまでの時間になります。でこの地点がその下流の点全てに対して保証している時間は、この右上に書きます。この場合2日としましょう。でここで滞在している、入ってきてから、生産すると考えて、倉庫だったら、入庫してから出るまでの最低の時間なんていうのを入れておけばいい。3日としましょう。とすると、入ってきてから、4日間、1+3で4日間で全て終わる。で、下流には2日待ってもらえている。ということで、安全在庫はこの差ですね。2日分でいいというのが、決まります。だから、これに対して費用がかかる。でこれとこれを変数にする。というのがこのモデルの特色です。で、さっき言ったように入庫リード時間。さっきは1個の地点だったんですけど、2つあった場合。この場合はこの地点の入庫リード時間というのは、その上流の保証リード時間の大きい方になります。でこれで、遅い方に引きずられてね、欲しいよと言ってから、こっちは3日で来るけど、こっち10日かかるんだったら、10日経つと揃ってると。物が全部届くと考えるわけです。でさらに、そこでの処理時間、この場合1日って書いてますけど、生産時間を足したものを補充リード時間と呼びます。で、これはさっき計算した、これ上流の保証リード時間の大きい方に自分のところでかかる時間を足したものです。でこれが自分が欲しいよと言ってから物が全部揃うまでの時間になります。で、それから保証リード時間を引いたものが、賞味補充時間。でこれ実はこの時間分の安全在庫を持っていれば大丈夫というので、この赤い部分ですね。この補充リード時間から保証リード時間を引いたもの。でこの場合、保証リード時間0と仮定すると、丸々11日分の在庫が必要です。となります。これは古典的な在庫モデルと同じものになります。リード時間分の在庫を持っている。ただし、これをいろいろ変えてみると、この在庫が変わってきます。例えば、5日待ってくれるとすると、11-5で6日分。これが賞味補充時間になります。したがって安全在庫量は、この6日分の在庫量ですね。最大需要量から平均需要量を引いた分ですね。が安全在庫になるので、その分持っていればいいということになります。で、もっともっと増やしていく。で、保証リード時間を0からずっと増やしていくと、最大では
11日まで増やせます。で、補充リード時間が11日だったので、11日保証リード時間の場合は在庫量は0でいいってことになります。賞味補充時間が0になるので。で、この関数を見てみると、やはり大関数になっていることが分かります。で、大関数ってことは実は単点に解があるんですね。こっちかこっちか、どっちか。で、間はありえないんですね。間はないというのが非大関数の最小化の、基本原則になっています。で、例を見てみましょう。一番簡単な直列多段階で、見てみましょう。で、需要は最後の地点にだけあります。100、100、平均100、標準偏差100の切断正規分布で、計算簡単にするために安全在庫係数は1としましょう。で、最後のこの顧客の保証リード時間は、これは外から与えるものです。で、こっちも外部から供給するところの保証リード時間も。だから、これが自分たちのサプライチェーンの中で、外のところは定数として与えます。これは両方0にしておきましょう。で、生産時間は適当に、この長四角が生産時間を表していて、3日、2日、1日、1日としましょう。で、在庫費用ですね。価値がだんだん上がっていくと考えて、10、20、30、40としましょう。今、すべての地点での保証リード時間を0と仮定しましょう。これが普通の、慣例のサプライチェーンで、なるべく早く持っていく。みんな在庫を持つ。この赤い色が在庫です。賞味補充時間がこれになっていて、その分の在庫を持つと。で、計算してあげると、合計して11,560円毎日かかる。というふうに計算ができます。これが基準になるわけですね。で、今、在庫を減らすために、サプライチェーン全体での在庫を減らすために、簡単なシミュレーターを作ってみました。これは Excel でできます。今のデータ、生産時間とか、在庫費用とかを、定数として入れて、そうするとこの辺は、さっき示したような、関係式を Excel の関数として入れて、で、この黄色い部分、これが変数ですね。部品工場卸における、保証リード時間を決めると、後のものは全部順番に決まっていきます。で、その費用を合計すると、これが実は最小費用になります。ここをいろいろ変えて、このセルの値を最小にするようにというのは、簡単に Excel の最適化で可能です。ちっちゃかったら Excel でも解けます。というので、9732だから、さっきのすべての地点の保証リード時間がこれ全部0にした場合というのは、1万1000いくらかかってたんで、だいぶ削減できるし、誰も実は困らない。外部に対する保証リード時間とか、外から来る保証リード時間は同じなので、中で調整して、このように在庫を固めておく。工場と卸のところは、賞味補充時間0だから、ちょうど入ってきたと同時に、持っていけばいい。そうすると、この途中のところは、一種のクロスドッキングポイントみたいになって、在庫が0になる。で、まとめることによって、当然、統計的規模の経済とか、リスク共同管理、リスクプーリングの原則で在庫量は減るんですね。大費用だから。こういうことが可能になります。で、これが最適化を図示したものです。で、ここは、時間かかるんですけど、保証リード時間、この分待ってくれるので、在庫は0です。ここも、入庫リード時間に自分の時間足した、補充リード時間と保証リード時間が同じなので、在庫は0になる。これ見てもなかなかピンとこないかもしれませんけど、後で Excel のシミュレーションですね、をシステムから返すので、そのシミュレーターを見れば、Excel でその関数が入っているのを見たら、ここは0でいい。で、こことここに固めておくわけですね。で、それによって、16% ぐらいの削減になるということが、見て取れます。で、さっきから押し出しと引っ張りで、今の場合、プルプッシュバウンダリー、押し出しと引っ張りの境界をちょっとずらしたことになるんですけど、こういう概念ですね。押し出しと引っ張りというのは非常に重要な概念で、押し出しシステムというのは予測に基づいて、需要予測をして見込みで生産する。で、普通の企業だと全部需要予測に基づいて最後まで押し出しをしているというのが多いんですけど、顧客の注文を待って、注文に基づいて確定した需要を満たすために、そのために生産をする。なんていうのはモダンなサプライチェーンではよく使われる概念です。ただし全部引っ張りだと、
お客様がすごく待つ必要があるので、サービス率が落ちてしまうので、どっかで切ると。で、この押し出しと引っ張りの境界は、別名デカップリングポイントとか言われて、モダンなサプライチェーンの設計では非常に重要な概念になっています。今の例で見てみましょう。で、この例だと、ここまでがプッシュなんですね。ここまでがプッシュ。なぜならば、お客さんの保証利用時間が0なので、ここに在庫を持つのはしょうがないんですね。だから、ここまでは見込みで作りましょう。ということになっています。で、この保証利用時間をだんだん下げていくと、この押し出しと引っ張りの境界がずれていくことになります。例えば、1日待ってくれるとすると、ここまでですね、もう一回最適化をすると、今度は倉庫にだけ、倉庫と工場側で在庫を持てばいい。これ、原材料を作ってるところですね。これ工場なので、工場はやはり在庫ゼロで。こうなると、ここが、プッシュプルバウンダリーになるわけです。在庫費用も当然削減できる。お客さんに1日待ってくれるんだったら、このぐらいまで削減できる。したがって、この安全在庫配置モデルというのを使って、顧客の保証利用時間というのをうまく調整することによって、どれだけ減るかというシミュレーションが可能になるわけですね。で、2日にするとさらに減る。今度は工場だけですね。ここ1箇所で持てばいい。こっちとこっちは持つ必要がないということが、簡単にさっきの Excel のシミュレーターで分かります。で、もっともっと待ってもらうと、今度はここで持てばいい。注文があってからここから作り始めてバーッと持ってくると、ほとんど在庫はいらないということになります。デルとかは多分こういうモデルですね。自分の工場の入り口に在庫を持っていて、注文があってから、アセンブルを始める。アセンブルトゥオーダーと言われている手法です。そうするとほとんど在庫がいらなくなるし、デルの場合さらにそれは部品屋さんたちにのものだとしてしまっている。工場の入り口に置いてあるのは自分のものではないというふうに、契約をしているので、在庫費用はゼロとなるわけですね。で、今、お客の保証利用時間を変えたときに、総安全在庫費用どう変わったかというのはこんなふうになってきて、だんだん減っていくことが分かります。ただそれによってお客のサービスが落ちるので、こういうのをちゃんとプロットして、じゃあうちはこの辺にするかなとか、そういうのを決めるというのが、実際に使うときのいわゆる What if 分析というやつになると思います。で、リスクプーリングのシミュレーターとしても使えます。この例では4つの、店舗が全て、標準偏差100の同じ需要分布を持っていたとしましょう。サービスレベルが 95% なので、安全在庫係数は 1.65 で、標準偏差かけて、それが4つ分あるので、小売店で在庫を持つ場合は660だけ在庫を持てばいいことになります。倉庫で持つとどうなるのかというと、実は、100というのは標準偏差だったので、分散はその事情です。でそれが、4倍されているものを、ルートを取る必要があります。倉庫での、その全部合わせた需要の標準偏差というのは、200になります。ここがポイントで、ルートを取るので、ルートの4は2なので200になる。したがって、倉庫でまとめて在庫をやった場合は、在庫は半分になる。でこれは、この数値なくても同じで、この店舗の数ですね。店舗の数。全ての地点が独立な分布になっていると仮定すれば、ルートこれ分の1ですね。ルート4分の1なので2分の1になる。ということが、分かります。これがリスクプーリングという効果です。そうですね。今言ったように原則として N 個の小売店の在庫が独立と仮定すると、安全在庫量はルート N 分の1になるということです。で、それをちゃんと考慮してやらなくちゃいけないんですけど、実際にこの倉庫での、標準偏差というのは、これ完全に独立だったらさっきみたいに計算できるんですけど、独立でない可能性もあります。それはアイテムによって変わります。相関が強い場合もあれば、逆相関の場合もある。それを考慮するために、このモデルでは、そのリスクプーリング係数 α というのを導入しています。これ何かっていうと、最大需要量、これが計算したいものは、平均需要量を足すこういう式。何かっていうと、最大から平均を、2つの地点があった場合ですね。
1の方の最大から平均を引いたものをアルファ乗して、2の地点での最大から平均を引いたものをアルファ乗して、足し算したものをアルファ分の1乗する。簡単に言うと、例えば独立と仮定したら2乗して2分の1乗、すなわちルートを取るってことだから、さっきと同じになる。だけど相関が強い場合はアルファをちっちゃくする。負の相関がある場合はアルファを大きくする。なんていう調整をして、この地点ですね、複数の地点に供給している場合のこちらの標準偏差からこちらの標準偏差を計算するところは、こういうパラメーターで計算することにします。実際に図にしてみると、こっち側がリード時間ですね。こっち側が在庫量で、ルートを取る、すなわち普通の独立な場合、2の場合がこの黄色です。ね。で、この α が1の場合は在庫量が大きくなります。ね、で、α が3にするとちょっとちっちゃくなる。で、実は、普通の1箇所での安全在庫がこの青線です。で、α を無限大に飛ばすと、この青線に近づいていくわけです。α を大きく設定すると、1個のところの安全在庫と同じようになるわけです。で、この概念を使ってネットワーク型のものが解けます。一列じゃなくてね、こう複数の地点にやってるときは、この地点の標準偏差を、α を決めれば、この地点の標準偏差も決まるので、で、すべての地点に対する標準偏差が決まれば、先ほどと同じようにして、リード時間、保証リード時間の最適化ができるわけです。で、今、付加価値は適当に決めて、ここで外から来るところの保証リード時間は決まっている。ここは4日待ってくれる。ここは1日待ってくれる。と仮定しましょう。これがそれぞれの地点でのものの価値。で、これに、在庫費用をかけたものというのが、在庫保管比率をかけたものかというのが在庫費用になります。で、こういうネットワーク型でも簡単に解けます。で、全ての地点で保証リード時間0と仮定すると、このぐらいかかるってことが簡単に計算できます。ここでは在庫0なんですね。4日待ってくれたからこの分はいいと。ここは2日分持てばいい。あとのところは自分の時間分、自分での中でかかる時間分だけは持つというのが基本になります。これを基準として改善をしていくことにしましょう。で、また同じように Excel のシミュレーターを作って、各地点、5つの地点の保証リード時間というのを変数として、で総費用を最小化すると、このぐらいまで削減できるということが簡単に計算できます。実際に見てみると、これは最適じゃないですね。さっきの例とちょっと大きい。適当に置いて、ここが中央倉庫だからここに固めましょうなんてことをすると、558万円かかってしまいます。でちゃんと最適化をすると、こことこことこことここ。これは難しいんですね、塩梅が。サプライチェーンの上流の方が在庫単価が安いので、こっちに置いた方がこのぐらいまで下がるですね。これでやっぱり単価が高くなってしまうということです。うまく調整すると、このような解が得られます。で、今のは安全在庫、配置なんですけど、実際のその在庫方策やるときは、ある基準値、非在庫レベルみたいなのを決めて、で、実際の在庫を、ちゃんとチェックして、チェックするときは目に見える在庫量じゃなくて、この実在庫量じゃなくて、注文してまだ来てないよ、輸送中の在庫量とか、または、品切れしてお客さんが待っている量、バックオーダー量を引き算する。というので、実は管理する必要があります。こういうのを在庫ポジションと言います。一番単純な、固定費がない場合ですね。発注固定費がない場合の最適方策は、この非在庫方策といって、このレベルを適当に決めておけば、この在庫ポジションを常にモニタリングして、この非在庫レベルよりも少なかったら、ちゃんと非在庫レベルになるように発注をするというのが、簡単に最適になることが示せます。具体的に見ると、こんな感じで、これ縦軸が在庫量です。横軸が時間です。で、今、非在庫レベルというのはこの点線になっていると仮定しましょう。で、普通、需要があるっていうと、まっすぐな線を引く人がいる。ぐにゃぐにゃした線を引く人が多いんですけど、実際の需要というのは離散的に起きるので、これでポンとくる。これでいっぱい買っていったって、こんな風に変化していきます。ね。で、これ実は、こんだけ売れたらすぐにこれだけ発注をするというのが非在庫方策です。したがってしょっちゅう発注してしまうので、
固定比がある場合はまずいんですけど、一番簡単なやつで、すなわち在庫ポジションというのは常にこの量になっている。発注してまだ届いていない量というのがこの分、この分、この分とやるので、でこの発注した量がいつ来るのかというと、リード時間が経過した後に来ます。だからこれとこれが同じなんですね。でこれも同じ。こんだけ売れたらこんだけ発注して、この量だけ発注します。それはいつ来るのかというと、リード時間後に来るのでこうなります。よろしいでしょうか。これが非在庫方策です。で固定比のある場合どうするかっていうと、QR 方策とか SS 方策というのが使われます。でこっちはもう発注量 Q というのが決まっている場合、適当な方法で決めてある、社内のルールで決まっているというときは、発注点だけをパラメータとして在庫ポジションが発注点 R を切ったら一定量 Q を発注するというのが QR 方策です。簡単でいいんですけど、実は最適ではなくて SS 方策の方が最適になります。でこれは在庫ポジションをチェックして、これは発注点みたいなスモール S になったら、在庫ポジションがこの大文字の S、キャピタル S になるように発注する。だから毎回発注量が変わる可能性があるんですね。で、一度に大量の需要が発生する場合は、SS が最適になるし、1個ずつ作る場合だと発注点 R が S と同じで S を R プラス Q に設定しておけば、同じになるんですけど、ドンとくると変わってしまいます。見ていきましょう。実際に、これが、R でこっちが R プラス Q としましょう。S と S と思ってもいい。でこのように変化していきます。ちょうど R になった時に在庫ポジション切ってるというので、この分だけ発注をしますですね。実在庫はこう減っていきます。こう減っていきます。だけど在庫ポジションはここで上がって、これと同じ動きをしますですね。在庫ポジションの定義からは輸送中が入っているので、これ実は発注したので輸送中こんだけ増えます。でリード時間経った後に、ここに一致するようになりますですね。来た瞬間は実在庫と在庫ポジションは同じです。で今度は需要がいっぺんに来て、この発注点 R をだいぶオーバーしたと仮定しましょう。でこの時は、QR 方策だと一定量 Q 発注するのでここになります。これが最適でない理由で、 SS だとここまで来ます。でここまで増やさないといけないということで、若干の違いはあるんですけど、社内のルールで SS か QR かは選択すればいいと思いますけど、SS を決めとけば、この QR というのは自動的にここを S としてやればいい。発注点を S としてやって、Q は社内で決まった量、もしくはこの大文字の S からスモール S を引いた量にすれば、ほぼ同じような動きをします。で、具体的にやる場合は、その在庫ポジションを常にモニタリングするっていうのは難しいので、定期的に在庫ポジションをチェックして発注することを考えます。これを定期発注方策と言います。この場合簡単に、この問題の難しさは会社によってその到着する時間帯と、この注文をする時間帯っていうのは違うんですね。でこの場合、発注はその日の需要が発生し終わってからするものとしましょう。で、到着するのはその日の朝としましょう。例えばリード時間1日とすると、月曜の店が終わった後に発注すると1日なので、火曜を経過して水曜の朝に来る。これがリード時間1日というふうに、思いましょう。実際シミュレーションをするので、シミュレーションのパラメータを変えるだけでいろんなものがシミュレーションできるので、あんまり気にする必要はないんですけど、解析的に出すときは、このタイミングというのは結構重要になります。で、早速、メッサ0の説明なんですけど、Excel インターフェースを作りました。で、Excel だけだと入れづらいので、何度か Web アプリとやり取りをして、ある程度自動的にできる部分はアプリの方で入れてあげてデータを作ります。で、最適化をしてあげて、結果も Excel で返ってきます。で、Excel 側では、いろんな関数が埋め込まれているので、シミュレーションとかをすることができるようになっています。はい。で、基本なテンプレートをまずダウンロードします。でそこには、品目のシートと部品展開表シートというのが入っています。で、この例はちっちゃな例なので、4つの品目というのは在庫地点のことです。
ABCD というのがあって、それぞれの処理時間で A は、保証リード時間を持っていて、ここが需要を持っているところですね。需要の平均標準偏差で、各地点ごとに在庫費用を持っています。これはあれですね、直列多段階のやつですね。A が一番右側の需要に近いところで B、C、D と。で、この部品展開表シートがそれぞれの、地点間の親子関係を表しています。A が B の、親になっているということは、一番最後が A で、それに対して持っていくのが B と。で、B が C の親ってことは、それに持っていくのが C と。で、C が D の親ってことは、それに持っていくのが D と。さっきの直列多段階の例がここで入っています。で、A のところで需要が発生すると。で、外部の保証リード時間は0と仮定しましょう。はい。で、これ最適化した後ですね。もう最適化した後のが入ってますけど、本当はこの部分入っていないわけで、この部分を最適化するわけです。で、入れる項目です。で、品目のデータシートには、品目を区別するための名前もしくは ID を入れます。で、そこでの処理時間、日単位で入れる。で、最大保証リード時間というのは、その下流の地点がどれだけ待ってくれるのかというのを入れます。で、需要のある場合は平均需要量と標準偏差と在庫費用、品切れ費用、発注固定費用というのを入れます。で、最後の3つの列というのは最適化で決定するもので、補充リード時間、保証リード時間、賞味補充時間ですね。で、この賞味補充時間というのが実際の在庫を持つ量に関わってくる変数です。で、部品展開表では、さっきのは直列だったんですけど、こういうネットワークも入れられます。A が B の親、また A は C の親でもある。で、こう2つ。で、さらに、必要な数量、これを作るのに、これが親製品を作るために子製品がいくついるのかという数値も入れることもできます。で、両方入れましたら、ファイルをアップロードして、最適化のパラメータを設定して、最適化はなんていうのかな、反復法でやるので、どのぐらい反復するか、また最適化のためのタブサーチのパラメータも自分で設定してやると、大規模なものでも、非常に早く最適解が出てきます。で、ダウンロードすると、こんなファイルが返ってきます。で、これシミュレーションの結果ですね、品目ごとにシミュレーションするようなシートも返ってきます。単に保証リード時間を決めるだけでなくて、これ上で期ごとにシミュレーションができる。で、最適な期在庫レベルとか、SS 豊作の時の発注点、これが S ですね。こっちが大文字の S。で、期在庫豊作する場合はこういう値がいいですよというのを入っていて、実際にその在庫のシミュレーションができる。この値を変えると、こういう値が変わってきます。ですね。というのが、ついてきます。で、さっきの4段階の直列システムの例、さっきのデータですね、を入れてやると、ウェブアプリ上ではこういうネットワークが出てきて、確認ができます。A、B、C、E の順で並んでる。で、最適化をすると、このシートのここに、結果が入ってきて、結果も図示して返ってきます。で、結果は、それぞれのところ地点での、保証リード時間から D の、補充リード時間が3で、保証リード時間は0というのを見て取ります。これが総費用ですね。で、シミュレーションシートでは、この場合は固定費用が大きいので、発注するのが、途切れになっていることが分かります。で、この発注点、スモール S と、期在庫レベル S の間に開きがあるということは、しばらく待って、こうですね、在庫が減ってきたら、ある地点切ったら、この場合発注点391を切ったら、この辺ですね、切ったら発注する。で、発注する量は、在庫ポジションが1057になるように発注する。というのが、見て取れると思います。非常に安定して、ちょっとたまに切れるんですけど、たまに切れるのは実は、その在庫費用と品切れ費用のトレードオフで、この場合40と4000なので、多分100機ぐらいやると1回ぐらいは切れるということになると思います。はい、これそのシミュレーションの様子ですね。で、これ見ると、この辺の数値を変えて、在庫の推移がシミュレーションできるので、適切な在庫方策を決めるための、ヒントになると思います。またこの需要量は今、元の仮定、平均いくつ、標準偏差いくつという分布で出してますけど、ここも実際の需要量に変える
と、簡単に実需要での、シミュレーションができます。実はこの、モデルというのはこの、SS 方策というのは非常にラバストなものなので、分布が多少変わってもこの最適性というのはあまり変わりません。いろんな実際っぽい分布でやったとしても、ほぼほぼ同じように出てくると思います。どうしても在庫の品切れが多いということでしたら、多少これを多めにするとか調整すればいいかと思います。この SS の最適値というのは、一応正規分布を仮定して最適値を出しています。これ品目 B、ほとんど同じような感じで、もちろん、地点によってキー在庫レベルと発注点は変わってきます。それぞれの地点に対して最適な量というのは C はこんな感じ、D はこんな感じというのを出しています。で、ネットワーク型でも同じようにできます。データを同じように入れて、ネットワークで確認して最適化をすると、そういう費用が出てきて、それぞれの地点での補充リード時間、保証リード時間、賞味補充時間というのが出てきます。さっきと同じような答えが出てくるわけです。ちょっとこれ多分データが違うんでしょうね。さっきの値とパラメータ出てくる費用違いますけど、どっか値を変えちゃったと思います。で、シミュレーションもできます。で、この場合は発注固定費用が少ないので、毎期発注してるんですかね。一応中にはこういう関数が埋め込まれています。で、この関数を使ってシミュレーションができるわけです。でしかもこの場合は地点、これ品目 B のものを出してるんですけど、補充リード時間と保証リード時間がずれているので、これ期ごとにここで注文したものがいつ来るかというのが多少ずれます。実際の需要量というのは1日待ってくるので1個上に来ます。でそういうのもちゃんと、この保証リード時間、補充リード時間の概念っていうのは、ちょっと普通の業務やってる人には分かりづらいんですけど、待ってくれて自分が発注したら何日後に来るとか、それを合わせてこういう、キー在庫レベルと発注点ですればいいっていうのも、Excel でやるというメリットで、Excel でシミュレーションすると、納得してくれると思います。はい、これ実は品目 A というのは保証リード時間と、その補充リード時間が同じものなので、実は、在庫はゼロです。ずっとゼロです。ずっとゼロにできるっていうのも難しいと思うんですけど、タイミングがずれているので、需要があった分だけを発注すればいい。毎期毎期。この場合発注固定費用が少ないので、毎期毎期発注すると、ずっと自分の在庫がゼロになるってことが確認できます。以上で安全在庫配置モデルの説明を終わりにしようと思うんですけど、いくつか普通の在庫のシミュレーションとか最適化というのを売ってる会社もたくさんあるんですけど、ちょっと違った概念、モダンなサプライチェーン全体での安全在庫配置と、それによって得られた解をシミュレーションするというのが入っているのが特徴です。サイトに、少しの間は公開しておいておこうと思うので、メルマガに登録してくれた方にはその URL を、お教えしますので、ぜひ登録をしてみてください。はい、では。